YouTube をご覧の皆さん、三ツ矢です。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、こちらですね、新しくバタフライトレーナーを購入しましたので、今回こちらの開封とレビューをしていこうと思います。有名 YouTuber が作ったバタフライトレーナーその2となっていますので、どんなね、トレーナーに仕上がっているか楽しみになっていますね。早速ですけども開けていこうと思います。はい、開封が終わりました。今回こちらアート C さんが監修したナーバリスさんとのコラボのトレーナーになっています。で、こちらにね、ティールって書いてるんですけど、ティールのね、ハンドルの色のものを今回購入しました。早速ですけども開けていこうと思います。中身としてはこちらの説明書と、こちらがトレーナー本体になっていて、付属品としてこういったピボット部分の部品、ワッシャーだったり、セックスボルトだったり、ネジっていったものがくっついていますね。助かりますね、これは。おっと、それ以外にも、こういったトルクスドライバーだったりとかっていった予備の部品が結構いっぱいついてますね。すごくこれは嬉しい限りです。そしてトルクスドライバーがもう1本と、あとこちらがロックタイトになります。結構こういったメンテナンス部品も一緒にくっつけてくれてるのはかなり嬉しいですね。初心者の方が購入するのにすごくありがたいキットになっていますね。で、問題はこちらの、そんなことある？はいはい、あれから何日かが経ってトレーナーのブレードの方が送られてきました。完全にメールもらってたのを忘れてたんですけれども、今回のこちらのアート C さんのトレーナーなんですけど、いわゆる肉抜きがされているようなこういったトレーナータイプのブレードではなくて、こんな感じのいわゆるライブブレードというか、こういった刃がついてるように見えるブレードになってます。もう一応このハンドルはハンドル、ブレードはブレードっていった形で2つに分けて発送しますっていったね、メールが来てたんですけど、それを完全に自分が忘れ去ってましたね。今日届いたのでね、早速こちらの方も開封をね、していこうと思います。はい、こちらが今回のブレードになってます。こんな感じでパッと見本当のブレードっぽく見えるんですけど、先端見てもらったらわかるかと思うんですけども、こんな感じで丸められているので当然刺さらないものになってますし、パッと見刃がついてる本物っぽく見えるかと思うんですけど、この通り全く切れない。安全なトレーナータイプとなっています。ただトレーナータイプとはいえ、これ刃をつけようと思ったら砥石で研いだら刃をつけることはできそうですけども、一応安全なトレーナータイプとなっているので刺さらないし切れないものとなっていますね。じゃあこちらの方を組み立てしていこうと思います。今から組み立ての方をしていくんですけど、こんな感じでハンドルの中にこのブレードを入れるんですけど、ブレードだけではなくてこちらのワッシャーですね。ワッシャーも一緒に入れ込んでいくんですけど、こんな感じでワッシャーを1枚はめ込んだ後にこのブレードをはめ込んで、さらにもう1枚表と裏に1枚ずつワッシャーを入れる必要があるんですけど、ここでワッシャーがなかなか入らないよっていったコメントだったりとかツイートを見かけました。これって難しいもので、このワッシャーが逆にここでスルッと入ってしまうと、ここのワッシャーとのこの隙間っていうのがすごく大きいっていうことになってしまうので、ブレードがガタつく原因になってしまうので、こういったキツキツなね設計になっています。なので怪我しないように注意しなきゃいけないんですけど、こういったドライバーだったりとかですね、いろんな道具を使ってちょっと無理やりにはなりますけど、こうグリグリ少しずつ押し込んでいくような形で滑り込ませるしかないですね。これ結構隙間がないんで、もう穴通ったかなと思ってこの穴調整をしてるんですけど、このセックスボルトとワッシャーの隙間がすごいないので、これをまた調整するのがすごい大変ですね。バルプの時は組み立てられた状態で送られてきたんでこんなことはなかったんですけど、これ組み立てするだけで結構大変ですね。これ慣れてる自分がやってるんで、やり方正しいよなと思いながら、油さしたりとかしてやってるので、なんとかできてますけど、これ初心者の人がやったら絶対やり方間違えてるよなとか思いながらやっちゃってると思いますね。これはちょっとあんまりよろしくないですね。はい、組み立てが終わりましたとは言っても、実際ワッシャーは片方にしか入れてない状態になってます。これワッシャーを両方に最終的に入れることはもちろんできたんですけど、結構時間がかかって調整が大変っていうこと、結構ピボット部分がこうガチガチに固まってる状態になってました。KPL だったりとかね、油をさしたら少しはマシにはなったんですけど、結構それでもぎこちない
感じになってて、少しこんな感じでギコギコ動かして、ここを少しずつ拡張というか少しずつ広げてあげたらスムーズに振れるように調整することはできるんですけど、ちょっとそこまで時間かけてやりたいとちょっともう思えなくなって心折れたんで、もうこの片方だけでいいかなと思って、もう片方だけにして組み立てしました。こんな感じのトレーナーになってます。こちらアートシーさんとナーバリスさんのコラボのバタフライトレーナーウェーブになっています。それじゃあこちらのスペックから紹介していこうと思うんですけれども、全長が 24.7 センチ、ハンドルの長さが14センチ、重さとしては 112g となっていますね。以前のバルプと比べるとハンドルの長さは一緒なんですけれども、こちらのブレードの方はこちらの方はこうやってね、中抜きがされているのに対してこちら中抜きはされてないっていうことで、ブレードの部分が少し短くなるような設計になっています。112g と少し軽めなトレーナーになっています。ハンドルのデザインはこんな感じになっていますね。バルプの時はこういった穴ではなくて溝が掘られているタイプだったので、こちらは肉抜きがされていて、こちらの方はこういった溝が掘られているというところが少し大きな違いでしょうか。あとハンドルエンドの溝がこんな感じで少し違うような感じにはなっていますけれども、大きなスペックの変化っていったところはブレードが少し短いっていうようなところでしょうか。それ以外はですね、そんなに大きな違いはないかなというふうに思います。で、お値段ですけれどもかなり安い設定になっていまして、こちらのスクイードインダストリーズのいったね、トレーナーと比べると半額以下、高いクラーケンとかだったら3分の1以下みたいなお値段の設定になっているので、かなりお安いね、設定になってます。で、なんですけど、こちらのバルプの時は以前購入した時は普通に組み立てられた状態で送られてきたんですけども、今こちらのバルプもそうなんですけどね、全部こうやってバラバラの状態で自分で組み立ててくださいねっていった形で送られてきているみたいです。今回のトレーナー間違いなくなんですけれども、ターゲットユーザーとしては初心者の方、これからバタフライナイフを始めてみたいっていう方をターゲットにした商品だとは思うんですけど、もう組み立ての時点でも初心者殺しになってますね、完全に。まず組み立てがそもそも難しくてわからないっていう方もいる中で、しかもこんな無理やりグリグリ入れて、しかも調整が難しいときたら、これは初心者の方は自分の組み立て方が間違ってるっていう風に思うのは間違いないかなと思います。で、しかもしっかり組み立ててもこのピボット部分結構きつかったので、かなりしんどいかなと思います。で、僕の動画をよく見てる方はね、よくわかると思うんですけど、このピボット部分ってかなりこのバタフライナイフにおいて重要な部分になっているので、確かにこの隙間っていうのはなければないほどいいです。今回みたいな感じでワッシャーを1枚抜いてるので、隙間があるとこんな感じでガチャガチャ音がするのでね、あんまりいい音ではないガチャガチャする音がしますし、フリップで技をやってる時も当然こういう風にガタつくので、本来だったら安定して綺麗な技ができてたのが、それがガタつくことによって失敗する確率が増えてしまいます。このピボット部分のガタつきっていうのは基本的にバタフライナイフにおいていいことでは全くないので、この隙間なければないほどガタつきが減ります。なのでかなりね、ギリギリの設計をしてるんでしょうけど、ギリギリというかちょっともうマイナス方向な設計になってるので、もう隙間がね、かなりないです。たまたま自分の答えがそうだった可能性もありますけど、ツイッターでも同じようなコメントをしてたので、多分似たような感じかなと思います。もちろんこうやって力技でグリグリ拡張してあげれば、もちろんこの間にね、ワッシャーを入れることはできますけど、それを初心者の方が知っててできる方はほぼいないかなと思うので、あまり良くないかなと思いましたね。こちらのバルプでも同じようなトラブルが出てます。油を差したりとか色々やったんですけど、自分がやってもこれ組み立てるのがかなり大変でした。大変でしたというか、もう自分途中で諦めちゃいましたね。それぐらいのちょっと精度になっているので、あまりちょっといいとは言えないですね。バルプの方も以前おすすめですっていう風に言ったんですけど、今こんな感じの組み立て方式になってるんだったら、ちょっとおすすめって言ってたのも取り消ししたいぐらいにはなってますね。もう忖度なく言うと。本来だったらこれテストフリップしてっていう風ないつもの流れになるんですけど、そもそも組み立てがもうワッシャー1枚抜いてる時点でもうこんな感じでガチャガチャなってるので、この状態でテストフリップしてもあんまり意味がないかなと思うので、今回もテストフリップもしないでおこうと思ってます。お値段が安いのでちょっと気になる方はね、ぜひ買ってみてもいいかと思いますけれども、自分の場合もこういったトラブルがありましたので、そこはちょっと自己責任でといったところでお願いしたいかなと思います。ちょっと自分がもう知らないちゃんとした組み立て方法があるのかもしれないですけど、ちょっと自分の知っている限りのやり方を試したんですけど、あんまりいいやり方ではなかったかなと思います。ちょっと残念なレビュー動画にはなってしまいました。はい、それじゃあですね、今回こんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは。